今から巻き込みサーブで4種類の回転を出します。で、4種類というのは、まずは下回転、その次に上回転、それから伸びる上回転、それから沈むナックルという4つです。まず下回転の切り方を説明します。下回転はまずグリップからなんですけど、まずグリップは、自分が鏡を見るような形で持ちます。私の場合はここの関節の付け根、指の付け根の関節とグリップの内側になるんですかね、こう右側ですかね、正面から見て右側とこの関節を合わせるようにして軽く握って親指で押さえてこうやって持つような、自然にこう鏡を見るような形、ちょっと遠くに見るような感じですね。こんな感じで持つ。で状況によっても持ち替えていいんですけど、基本的に通常のグリップがこうだとしたら内側に面が向くように持ちます。で、下回転はボールの若干下側を下に落とすようなイメージですね。向こう側のボール、自分から見てボールの向こう側の下側を下に落とす、瞬間的に下に落とす感じで私は切ってます。で、そのまま切った後に動きを付け加えてごまかしているというようなイメージになります。はい、これ下です。そうですね。はいはい。じゃあワン、はい、これ下です。そうですね。はいはい。じゃあワン、上回転は先ほどの自分から見てボールの奥ですね、丸みの一番高い部分を真横に削るイメージなんですよ。さっきは若干下部分を下に落とすっていう話をしましたけども、下に落とすんじゃなくて縦に削る、こっちに削るイメージですね。こう真横に回す感覚を意識して、でテーブルに落とした時に、若干上回転のゆっくりめを出す時は遠めに落とします。台の手前じゃなくて遠めに落とすようにしてます。それは下回転と上回転の見分けをつきにくくするために、わざとゆっくり飛んでる軌道を演出したいので遠めに飛ばすようにしてます。で、真横を削って遠めに飛ばすとふわっとした上回転が出るんで、スピードがない分相手が迷う時間があるかなと。スピードがあると反応されてしまうので、ちょっと一瞬考えさせるためにもゆっくり飛ばすっていうのをコツとして考えてます。はい。これ上回転のモーションね。浮きました。確かに上です。これ上回転。上回転ですね。はい。おお、はい。これ上回転。上ですね。ははい。じゃあ今度は、はい。これ上回転のモーションね。浮きました。確かに上です。これ上回転。上回転ですね。はい。おお、はい。これ上回転。上ですね。ははい。じゃあ今度は、はい、次伸びる巻き込みサーブの説明をします。伸びるサーブは上回転と同様、向こうの高いところ、つまり、下じゃない部分、真横の部分を
縦に削るんですけども、その時に若干落とす、下に落とす感覚で台に叩きつける、台の手前に叩きつける。で真横回転を叩きつけると縦に伸びるっていう現象が起きるので、それをうまく利用して削りながら落とす、削りながら落とすっていうのを意識するとバウンドで伸びます。で相手がより伸びると錯覚する場所っていうのが実はあって、正面よりも若干左側の方がいいです。というのは、左側に伸びるサーブを出すとラケットを左に出そうとするので、そこと角がちょうど当たって角に当たって伸びる現象っていうのがよりリアルに味わえると。なので私は伸びるサーブの時はバックサイドを意識して出すようにしてます。ナックルについてなんですけど、ナックルはさっきの下回転と同じ場所を切るのではなく、こするのではなく、ちょっと押すようなイメージでやってます。でこれは何と比較してるかっていうと、伸びるサーブに対しての裏側、表と裏があるとしたら、表裏あるとしたら、伸びるサーブが表で沈むサーブが裏に当たるので、伸びるサーブと同じ現象を相手に印象づけないといけないです。つまり叩きつけるというのが条件になります。でナックルを叩きつけると初速は速いので上回転と一瞬錯覚します。で上回転と錯覚したものをバックサイドに同じように出します。そうすると伸びる現象が相手に印象づけられた場合、早めにラケットを出してくれるので、その場合まだ来てないということで、下にボールがなんていうんだろう、ラケットの下を通るような空振りをするような状態が起きやすくなります。ナックル。じゃあナックル。ナックル。じゃあナックル。